お母さんたちって今は年金暮らしですよね。病気になっても連絡しないでくださいね。介護とか面倒事はごめんですから。息子が結婚すると言い、婚約者とその家族に会いに来た私たちに、婚約者のマリコさんは非道な言葉を投げかける。看護師なのになんてこと言うんだ。看護は専門分野だろうが。マリコさんの父親は眉を潜める。は？お父さん、私が本当に看護師になりたいと思ってたの？え？違うのか？違うわよ。医者と結婚するために資格を取ったに決まってるじゃない。わがままな患者の世話なんて最悪だったけど、もう働かなくていいのは最高だわ。その言葉に私は黙っていられなかった。じゃあマリコさんはお金目当てで息子に近づいたってこと？そんな言い方やめてもらえます？そんな言い方しかできない年金暮らしの貧乏両親は彼と絶縁してください。マリコさんは息子のことを愛してなどいない。最初から医者という経歴しか見ていなかった。このままマリコさんと結婚させるわけにはいかない。どうにか結婚をやめさせる方法はないか思考を巡らせる。その時だった。今まで黙っていた夫の高弘がマリコさんに鋭く告げた。私は幸恵、59歳。夫の高弘さんとは結婚して30年以上になる。もともと夫とは両親の紹介で出会った。最初は気が乗らなかったが、会ってみると話が弾んでいった。そのままトントン拍子で交際、結婚と進み、今に至る。こんなに長い間、喧嘩もあまりせず過ごせているのは、きっと相性がいいのだろう。息子の健吾にも恵まれ、私は幸せだった。健吾は小さい頃から明るくお調子者で、いつもクラスの真ん中にいるような子だった。しかし、生まれつき心臓に病気があり、何度か入院をすることがあった。懸命な治療の末、今は無事に完治したが、病気をした経験から、健吾は医者を目指すようになっていった。小学生の頃から必死に勉強した健吾は医学部へ無事進学。そして努力が実り、医師免許を取得し、今は都内の総合病院に勤めている。毎日忙しそうだが、患者さんが元気になって退院していくのが嬉しいと笑顔で語っている。そんな健吾を私は誇らしく感じていた。しかし、一つだけ不安なことがある。なかなか結婚話が出ないことだ。もう健吾も30歳が近づいている。30歳といえば、私が健吾を産んだ年だ。そろそろ結婚など考えていないのかなど、おせっかいなことも考えてしまう。そんなある日、母さん、今度会わせたい人がいるんだけど。まあ、そうなの？そんなに嬉しそうに言わなくても。だって、今までそんな話なかったから嬉しいに決まっているじゃない。よかったらうちに連れていらっしゃい。うん、そうするよ。本格的な顔合わせは向こうの実家に挨拶に行ってからにしたいから、ちょっと会うだけでもいいかな。そうね。お相手の方も気軽に遊びに来るような感じで来てほしいわ。予定を合わせて1週間後に自宅に招くことになった。健吾が彼女を連れてくるのは初めてで、ついそわそわしてしまう。お茶菓子と紅茶を準備していると、インターホンが鳴る。お邪魔します。健吾が連れてきたのは、小柄で可愛らしい女性だった。はじめまして、健吾さんとお付き合いさせていただいているマリコと申します。これ、少しばかりですが。あら、気を使わせてしまって、ありがとうね。相手は有名洋菓子店の焼き菓子まで持ってきてくれ、とても気が利く子だった。話していても常に笑顔で愛想もいい。彼女のマリコさんは同じ病院で働く新人看護師だそうで、慣れない仕事に懸命に取り組む姿に惹かれたそうだ。健吾が素敵な人と出会えてよかったと、この時は思っていた。このケーキ美味しいですね。
ほんと？私が育てたブルーベリーとイチゴを使っているの。え？お母さんが育てているんですか？そうなの。夫も手伝ってくれるんだけど、基本的には私がしているわね。野菜なんかも育てているわよ。そうだな。俺はバイク整備で忙しいから。へえ。この時、マリコさんの表情が少し曇ったような気がした。今までニコニコとしていたマリコさんだったが、返事も上の空。ケンゴはマリコさんを紹介できて舞い上がっているのか、全く気がついていない。何か気に障るようなことを言ってしまっただろうか。私は彼女の態度が気になったが、夫とケンゴが楽しそうに話しているので、下手なことは言えなかった。それから数日後、私が畑で育てている野菜が立派に育ち、収穫の時期になる。私は毎年収穫した野菜をケンゴにもお裾分けしていた。ケンゴは仕事で忙しいため、いつも私が家に届けていたが、今、ケンゴはマリコさんと同居している。勝手に家に持って行っても困るだろうから、家に取りに来ないかとケンゴにメッセージを送ると、息子の方から電話をかけてきた。もしもし、野菜なんだけど、マリコに家まで取りに行ってもらうよう頼んだから。いいの？大変じゃないかしら。今日は休みだから大丈夫。母さんの野菜美味しいから楽しみにしてるよ。ケンゴの言葉に心が温かくなる。自分が好きでやっていることだが、誰かが喜んでくれるのは純粋に嬉しかった。今まではケンゴ一人分で少ししか渡さなかったが、同棲しているならそれなりに量が必要だろう。できるだけ綺麗なものをあげようと、取れた野菜の中から厳選して袋いっぱいに入れる。そんなことをしていると、マリコさんが家にやってきた。すると家に来たマリコさんは、私を見て思い切り顔をしかめた。どうも。マリコさん、わざわざごめんなさいね。これ、さっき収穫したトマトとキュウリ。よかったら食べてね。私が野菜の入った袋を渡すと、マリコさんはため息をつく。そんな汚い格好で近づかないでください。それに、こういうの今後一切やめてもらえます？マジで迷惑なんで。え？態度が随分違った。機嫌でも悪いのだろうか。そう思っていた。面倒ごと増やして、いちいち呼び出される身にもなってくださいよ。呼び出してしまったのはごめんなさいね。今度は家に届けるわね。だからいりませんって、勝手に来られても困ります。声を荒げるマリコさんに驚いて、私は呆然としてしまう。そんな私に、マリコさんは苛立ったように続ける。そもそも、あんまり関わりたくないんですよ。関わりたくないって、どうして？一人っ子だからって、介護とか面倒を見るのとかごめんです。そもそもケンゴさんの家はお金持ちだと思っていたのに、全然期待外れじゃないですか。期待外れ？そうですよ。親がこんな貧乏人だなんて知らなかったです。まさか仕送りとかもらっていないですよね。もらっていないけど。マリコさんが何にイライラしているのかよくわからず、私はただ混乱するだけだった。お金に困っても、ケンゴさんを頼るようなことは絶対にしないでくださいね。どうしてあなたがそんなことを言うの？お金のことは頼るつもりはないけど、ケンゴが決めることでしょ？何言ってるんですか？ケンゴさんの稼いだお金は私が管理しているんです。これからは私たちのお金なので、お母さんたちの好き勝手にさせませんから。この間はあんなにいい子だったのに、まさかこんな本性を隠していたとは。私は驚愕して声が出なかった。どうせ息子を医者にして老後は楽しようと思っていたんでしょ？でもそうはいきませんから。その時、バイクの整備をしていた夫が油まみれでやってきた。あれ？マリコさん来てたのか。マリコさんは夫を汚いものを見るかのように怪訝な表情をして野菜も持ち帰らずに帰っていった。どうしたんだ？野菜を渡そうと思ったんだけど、
迷惑ですって。今までの話を説明すると、夫は難しい顔をする。これから息子が結婚して、お嫁さんと孫と仲良く過ごすという期待が、私の中で崩れ落ちていく。このままマリコさんと結婚させても大丈夫だろうか。初めて会った時と随分印象が違うし、きっと今日の態度が本性だろう。それを健吾は知っているのだろうか。健吾に伝えた方がいいとも思ったが、私の一言でせっかく決まった結婚を破談にするのには気が引けた。そんなもやもやした状態が続いたが、結婚の話は進んでいく。そして正式に両家の顔合わせを行うことになっていった。健吾は急な仕事が入ったということで、先に私と夫で会場である都内にあるレストランに向かうことにした。レストランに着くと、マリコさんとご両親が座っていた。へえ、立派なドレス持っていたんですね。貧乏人のことだから、ドレスなんて持ってないかと思いましたよ。ちょっとやめなさい。マリコさんの母親は小さい声でマリコさんを咎めた。しかし、マリコさんは全く気にしていない。だって、この人たち農家とバイクの整備なんてやっているのよ。この間家に行ったら泥と油まみれだったし。ケラケラと馬鹿にしたように笑っているマリコさんに対し、両親は申し訳なさそうにペコペコと頭を下げている。マリコさんの両親は悪い人ではなさそうなのに、マリコさんへは強く言っても聞かないようで、ただ謝るだけだった。お母さんたちって今は年金暮らしですよね。病気になっても連絡しないでくださいね。介護とか面倒事はごめんですから。看護師なのになんてこと言うんだ。看護は専門分野だろうが。マリコさんの父親は眉を潜める。は？お父さん、私が本当に看護師になりたいと思っていたの？え？違うのか？違うわよ。医者と結婚するために資格を取ったに決まっているじゃない。わがままな患者の世話なんて最悪だったけど、もう働かなくていいのは最高だわ。その言葉に私は黙っていられなかった。じゃあマリコさんはお金目当てで息子に近づいたってこと？そんな言い方やめてもらえます？そんな言い方しかできない年金暮らしの貧乏両親は彼と絶縁してください。マリコさんは息子のことを愛してなどいない。最初から医者という経歴しか見ていなかったのだ。このまま彼女と結婚させるわけにはいかない。どうにか結婚をやめさせる方法はないか思考を巡らせていた。その時。今まで黙っていた夫の高弘がマリコさんに鋭く告げた。もういい。小娘は黙って帰りなさい。は？突然の出来事にマリコさんは頬を引きつらせる。普段温厚な夫がこんな冷たい言葉を言っているところは聞いたことがなかった。私も驚いてただ見つめる。そんな私たちを気にせず、高弘は片手を挙げてスタッフを呼ぶ。警備員を呼んで彼女を外に出してくれ。かしこまりました。スタッフは頭を下げて離れていく。その様子を見て、マリコさんは思いっきり睨んでくる。は？何偉そうにしてんの？あんたに指図される筋合いなんてないんだけど。こんな場所で騒ぐなんて、ずいぶんいい教育を受けてきたな。夫の言葉にマリコさんは顔を赤くする。は？なんなのさっきから。黙って聞いていれば偉そうに。あんたみたいな貧乏人に言われたくないわよ。ギャーギャー騒ぐマリコさんに対して、高弘は黙ってため息をつく。そうしている間に警備員が駆けつけてくる。彼女を外に出してくれ。何すんのよ。なんであんたにそんな権限があるわけ？権限はある。俺はこのレストランのオーナーだから。オーナー？このレストランの？一瞬マリコさんは理解できないとでも言うようにポカンと口を開け間抜けな顔をしている。嘘よ。あんたきっ
い格好でバイクいじっていたじゃない。趣味だからね。仕事は都内で3つのレストランを経営しているよ。そう。高弘は昔からレストランの経営をしている。どれも一流レストランとして名高く、海外の要人をもてなす場として使われることもある。高弘はあまり表に立つことはないが、それなりに名前も知られている。信じられないとマリコさんは急いでスマホで検索する。そして、ホームページに高弘が載っていることを確認すると、顔を真っ青にしていく。経営者だったら、騒ぐ客を追い出す権利はあるだろう。そんな、追い出すなんて客に失礼じゃない。SNS で悪口書いて拡散してやる。勝手にするといい。悪質ならば訴えるだけ。それよりも、他のお客さんの迷惑になるような不快な言動の君を今後一切このレストランには立ち入らせない。悪い評判を流して評価を落とそうとするなんてどこまでも卑劣な子だ。しかし、そんな一つの悪評で信頼が崩れるような経営を夫はしていなかった。私はレストラン経営に疎いが、高弘はじめスタッフ全員、利用客が安らげるように最大の配慮を行い、素晴らしいサービスを提供しているのだと知っている。そんな自負があるからこそ、高弘も全く動揺していなかった。そんな高弘の様子に、マリコさんはただ悔しそうに顔を歪める。そんな時だった。仕事が終わった健吾がやってきて、異様な空気に首をかしげる。何この空気。何か問題でもあった？助けて！お父さんが私をレストランから追い出そうとするの。この後に及んで、健吾に泣きついて味方になってもらうつもりなのがとても醜い。私は呆れるばかりで言葉が出なかった。父さん、どういうこと？健吾、お前が誰と結婚するかは自由だが、相手はちゃんと見極めた方がいいぞ。高弘の言葉に、健吾は神妙な顔つきになる。それは、どういう意味？そちらのお嬢さんは、私たちを年金暮らしの貧乏人と馬鹿にし、老後の面倒を見たくないから絶縁すると言い出したんだよ。違うの！嘘よ！本当に嘘なのか？父さんは下手な嘘なんかつかないはずだけど。高弘とマリコさんの間に挟まれ、健吾は混乱している。私も黙っていられず、今まであったことをすべて健吾に話すことにした。この間もお野菜を断られて、息子に稼いでもらうために医者にしたんだろうって言われたりもしたの。すべて嘘よ。この人たちは私と結婚させないように邪魔しているの。お願いだから私を信じて。健吾の表情が厳しくなっていくことを感じ、マリコさんは焦ったように首を振っている。涙目で信じてほしいと懇願するマリコさんに対し、親とどちらを信じればいいか、健吾は悩んでいるようだった。そんな時、マリコさんの父親が立ち上がる。健吾くん、君のご両親の言うことはすべて本当だ。娘がご両親に無礼を働いて大変申し訳ないです。お父さん、何言ってるの？私の結婚を邪魔するつもり？いい加減にしなさい。この子は遅くにできた子で、ついつい甘やかしてしまっていました。娘の言うことは何でも叶えてやってきたのですが、ここまでひどい考えになっているとは。マリコさんの母親も立ち上がり、深々と頭を下げる。本当に、すみません。私たちは、マリコさんの両親の行動に驚き、唖然とする。しかし、マリコさんは顔を真っ赤にして、実の親に向かい、罵詈雑言を浴びせた。やっと医者の嫁になれるのよ。ずっとこの日のために嫌な仕事だって耐えたのに、私の人生をめちゃくちゃにして許さないんだから。マリコさん、言い過ぎじゃないかしら。私はたまらず口を挟むと、マリコさんはきっと私を睨んだ。あんたには言われたくない。金に困ったことなんてないんでしょ？私だって親が金持ちだったら文句なんてないわよ。親が貧乏なせいで、私まで馬鹿にされて苦労してきたんだから。でも、
ここまで育ててくれたのは親御さんでしょ？だから何よ。私は絶対にお父さんやお母さんみたいな人生を送りたくないの。だから医者の嫁になるために頑張ってきたの。地団打を踏むマリコさんは、わがままを聞いてもらえず、暴れる子供のようだった。すると黙って見ていた健吾が口を開く。それが本性だったんだな。ただ医者と結婚したいなら、俺じゃなくていいだろう。結婚はやめにしよう。嘘でしょ？もう仕事辞めちゃったのよ。私はどうなるの？看護師なら仕事はあるだろ？嫌よ。なんであんなストレスの溜まる仕事しなきゃいけないのよ。じゃあ別の仕事をすればいい。勝手にしてくれ。嫌だ嫌だと癇癪を起こした子供のように暴れるマリコさんは警備員に連れられレストランを出ていく。その様子を健吾はただ冷たい目で見ていた。その後、マリコさんは婚約破棄をされ、しぶしぶ別の病院で働き始めたらしい。常に人手不足の看護業界なので、再就職はできたようだが、文句ばかりで周りと衝突し、たった3日で退職したそうだ。その後も仕事を転々とし、収入が安定していない様子だったが、マリコさんは医者と結婚するためにプチ整形を繰り返していたようで、返済が残っているものもあったようだ。生活をするだけでも苦しいのに、整形費用の返済もあり、このままでは生活がままならない。そこで親を頼ろうとしたらしいが、きっぱりと断られた。今まで自分たちが甘やかしたことで、今回人に迷惑をかけさせてしまったことを、両親はとても反省したみたいだった。今後一切甘やかさない。大人だったら一人で何とかしろ。そう放り出されたと聞いている。結局、誰も頼ることができなかった彼女は、ボロボロなアパートで一人ひっそりと暮らしているようだ。こんな女性と健吾が結婚しなくて済んで、本当に良かったと心から思った。健吾はその後、同じ医者の女性と交際を始めたらしい。二人とも忙しいが、同じ医者である彼女は仕事への理解もあり、交際は順調らしい。同じ医者なら金目当ての可能性はないから安心だよ。そう言って健吾は笑う。息子は優しい子なので、きっといい夫、そしていい父親になるだろう。これから息子が素敵な人と明るい未来を切り開いていけることを心から願っている。